22話、ジラの解説と考察まとめ。ボルト、クーブルーボルテックス22話掲載の V ジャンプ7月特大号が2025年5月21日に発売された。前回21話、万華鏡車輪眼では、サラダが能力に目覚める様子とボルトがこのハマルのピンチに駆けつける様子が描かれた。現在の臨界で猛威を振るっている人真珠はそれぞれ、火に捕らえられた人間のチャクラをコピーして存在している。人真珠の原型となった人々を助け出すためには、倒した人真珠から得られる謎の物体、トデ玉を使用する必要がある。現在遂行中の任務は原型である萌木と神器、そして封印されたガーラを救出する目的のもと進んでいる。木の葉と砂の忍びから構成された正体は、共通の敵、ボルトを探すという名目で分かれることで2人の人真珠を分断した。その結果、2つの戦闘が勃発。このハマルは人真珠、祭りを相手に、サラダを含む4人の忍びは人真珠、竜を相手に戦う。しかし忍びたちの心の迷いがきっかけとなり、状況は次第に悪化する。このハマルは祭りを仕留めきれず、ヨドは竜の攻撃で重傷となってしまう。サラダは自分を受け入れることができていなかったが、彼女の心境を理解したヨドの言葉によって力に目覚める。サラダの目は、再び万華鏡車輪眼へと変化するのだった。新たな動術、大昼目を発動することで竜を圧倒し、最後には発生させた重力で引き込んで粉々にした。力を使い切ったサラダは気を失う。コジとボルトは、レイダの真術、千里眼でこの様子を把握していた。コジは目的の一つとしていたサラダの覚醒に、ヨドの犠牲が必要だったとしている。しかし、ボルトは誰の犠牲も受け入れられなかった様子。祭りに追い詰められていたこのハマルを助けに加勢し、祭りにとどめを刺した。ただし、この行動はコジが最も警戒するものだった。人真珠のリーダー、ジラを呼び寄せ、ボルトの命を奪う可能性が高いとされる。ボルトの居場所がジラに知られる場面で幕を閉じた。22話はここから展開される。この動画では22話、ジラの解説と考察をやっていこうと思う。まずは22話のあらすじの解説をしていく。このチャンネルでは、ナルトやボルトを他にはない視点で深掘りしていきます。新たな発見や面白さにつながると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。V ジャンプ7月特大号は、ボルトに関する情報がいつも以上に多く紹介される内容となった。最新話である22話の他に、連載9周年を記念した Q&A 企画も掲載されている。22話では、コジが最も警戒していた戦いがついに始まってしまう。竜が粉々になった結果、神器を助けるためのトデ玉が出現。サラダが気を失っている中、ミツキとアラヤはこのトデ玉を回収しようとする。その時、近くにいた爪垢にある爪痕からジラが現れた。トデ玉を回収しに来たと思いきや、目もくれずに飛び立った。その頃ボルトは祭りを倒し、このハマルを助けることに成功。このハマルは祭りから出現したトデ玉を手に入れた。しかしボルトに猶予はなかった。小さな美獣玉による狙撃を皮切りに、ジラとの戦闘が始まる。ボルトはこのハマルに他の忍びたちと初めの合流地点へ目指すように指示。このハマルを逃がしたボルトは、和牛の飛来神の術を駆使した戦術でジラの相手をする。その様子を千里眼で見ていたエイダは、ボルトの戦いぶりをコジへ伝えていた。エイダはボルトが善戦しているという印象を受けていたが、裏腹にコジは未来予知の結果からこの戦いを絶望的に捉えていた。ボルトは仲間を完全に逃がすために、ジラから一切目を離せない状況にあった。残された望みである螺旋丸、渦彦を使うため、あえて自らジラの木刀に捕まる。ジラは愛とボルトの情報芸を知るため、ボルトの刀を交渉材料に質問を試みる。しかしそれが油断につながり、ボルトの渦彦が炸裂した。ジラは渦彦の効果で継続的なダメージを受け始めたが、その力を即座に理解、美獣玉の原理を応用し、自身に付与された海底の力を無効化していく。ボルトはジラの圧倒的な強さを身をもって実感するのだった。22話では、トデ玉をめぐる状況が複雑化する中、ついにボルトとジラの直接対決が実現した。ボルトは仲間たちを守るためこのハマルを逃がし、自らがおとりとなってジラと戦う決断をする。最後の切り札、渦彦を放つものの、ジラはその効果を巧みに無効化。コジの絶望的な予測通り、ボルトは圧倒的な力の差を思い知らされる結末となった。万華鏡車輪眼に目覚めたサラダは、20話から新たな動術、大昼目を使用して竜に勝利。しかし、その目からは血を流しており、総合のダメージを伴っていることが確認された。サラダは力を使い果たし、気を失ってしまう。このシーンから、早くもサラダの目の失明を懸念する声がある。万華鏡車輪眼は通常、使用するほど封印され、最終的に失明するとされる。この封印という文言が気になるところではあるが、動力そのままに再び光を取り戻す方法は限られている。その方法の一つとして考えられるものが、他人の万華鏡車輪眼を移植するという方法である。過去にこの方法で、サスケ
ケとマダラが光を取り戻している。しかしサラダは内派一族最後の生き残りであったサスケの一人娘である。ドナーとなりうる存在がほぼおらず、サスケですら右目しかない状況。現在サラダがそう遠くない未来で移植するであろう目についての議論が過熱している。その中で主に考えられている可能性はこの辺りだろうか。過去の海岸者の目の行方に注目が集まっている。そしてこれらいずれの場合を考えてもオロチマルが関わる可能性が出てくる。オロチマルは内派一族に強い興味を示してきた科学者の一人。オビトが管理していた多くの車輪岩やマダラと富岳の遺体など、これらが回収されている可能性があるとするなら真っ先に思い浮かぶ存在である。さらにオロチマルの興味は車輪岩を回収するだけにとどまらなかった。柱間細胞と組み合わせて金術、イザナギを再現したほか、車輪岩を複製する技術も持っている。複製された車輪岩は万華鏡車輪岩にまで強化されている。わずかであると思われた失明問題の解決方法がオロチマルの登場次第でまるで変わってくる。オロチマルは運命の得意点並みに運命を不安定にしうる存在である。ボルトで彼の登場の機会があるとするならば、類を見ない一大イベントになるだろう。祭りを相手にいつ命を奪われてもおかしくない状態であったこのハマル。しかし事実としてこのハマルは全く本来の力を出すことなくやられている。本気のこのハマルを見てみたいという意見も多いのではないだろうか。このハマルは第1部から第2部までの3年間で成長を見せている。彼の新たな術である封筒、螺旋障壁は用途が防御だったことから相手を倒すための奥の手を隠し持っているに違いない。その奥の手が何かを考える上でヒントになる情報は彼のモデルから得られるかもしれない。ボルトでのこのハマルはハヌマーンをモデルに描かれている可能性がある。ハヌマーンとは女子誌ラーマーヤナに登場するエンジンである。風神バーユと天女アンジャナーの間に生まれ、主人公のラーマに忠誠を誓う優秀な家臣となったシバの化身であるともされる。このハマル率いる第7班はハヌマーンをはじめとするラーマーヤナの登場人物と重なるものが多い。西遊記での孫悟空のモデルになっているという説が存在することから、祖父のサルトビヒルゼンとの関連性も強い。このハマルは3代目他でヒルゼンの再来として覚醒するのではないだろうか。また孫悟空といえば戦術である。このハマルはナルトの弟子であり、ガマの口寄せもできる。そのためネオ牧山で戦術の修行を積んでいてもおかしくはない。このハマルは仙人モードを体得し、なおかつ螺旋手裏剣に並ぶ究極の封筒忍術を隠し持っているかもしれない。ボルトがこのハマルを祭りから助けたことは決して無駄な行為ではない。このハマルの運命はボルトによって変わった。ここから大活躍してくれることを期待したい。ボルトはジュラや螺旋岩、宇彦を命中させたものの、ジュラを倒しきるまでには及ばなかった。十分に星のチャクラを取り込むことができなかったようだ。星のチャクラを多く取り込むには、大地に接してある程度の時間をかける必要がある。少量のチャクラでのヒットにはなったが、それでも普通の敵には対処できない大きな優位性が見込める。宇彦を打てた者は永続的な回転の力に苦しむことになる。平衡感覚の麻痺に伴う運動能力の低下などが期待されたが、ジュラの場合はそうはいかなかった。ジュラは宇彦の効果を受けたものの、自分の身に何が起きているのかを把握して対処法を見出した。螺旋岩、宇彦という術の内容は、美獣玉を生成する原理に近いようだ。ジュラは美獣玉の原理を応用し、宇彦によって付与された海底の力を打ち消してみせた。確かに螺旋岩は美獣玉をもとに考案された忍術である。どちらも回転させたチャクラを圧縮し、とどめることで作られる。そもそもチャクラを練るには、体内でエネルギーを混ぜ合わせ、回転させる必要がある。ジュラの対処法は、実はチャクラの基本に立ち返ったものなのかもしれない。体内で宇彦の回転とは逆の回転を起こしてうまく相殺している可能性が考えられる。しかしながら宇彦の効果は永続的である。ずっとチャクラを練るわけにもいかないだろう。以上の内容からもしかすると、ジュラも星のチャクラは使えるのではないだろうか。永続する力を永続する力で無効化していると考えられる。振り返ってみると、美獣玉がどのようなエネルギーを用いて作られているのかははっきりしない点だった。ただ、十尾の持つチャクラの量は計り知れないということ、十尾が星全体のチャクラを吸い尽くす存在であるということは分かっている。十尾をはじめとする美獣が星のチャクラを扱えても、なんら不思議ではないと言えるだろう。なんとかジュラと1対1の状態にすることができたボルトではあったが、戦況は悪化の一途をたどっていた。宇彦が効かないとなるともう他の手立てがない。ボルトにこのピンチを切り抜ける余地はあるのだろうか。一応、ないわけではない。この激闘には多くの人物が参戦する可能性がある。まず考えられるのがカワキである。カワキには期待が多く寄せられているのではないだろうか。
パワーアップに時間がかかっているかもしれないという懸念はあるものの、カワキはボルトと共闘する意向を示していた。もしかすると大筒木の時空間移動能力で強くなったカワキが現れるかもしれない。そうなるとさらに考えられる可能性として、コードも参戦するかもしれない。コードはジラからボルトとその情報源の命を奪うというミッションが課されている。ジラと共闘できるのであればまたとない機会なのではないだろうか。当然ボルトはさらに追い詰められることになるだろう。ただ、コードはチャクラの実を独占するためにジラを裏切るという可能性も考えられる。また、ボルトの命は孤児にとっても大事なものであるはずである。人類滅亡に直結する原因を回避したいのであれば、自ら参戦するべきなのではないだろうか。さらにボルトの危機から考えられることとして、大筒木もモシキが参戦する可能性もある。孤児の実報による可能性の内容は、なぜかモモシキについて触れたものがなかった。いっそ運命の得意点の性質をフル活用してしまうという戦い方もありなのかもしれない。ボルトがジラを相手になるべく想定外のことを多くして、その場に起こることを不安定にすることで、ボルトが命を落とす可能性をあやふやなものにすることもできるのではないだろうか。モモシキも運命の得意点の一人である。ジラの敵にもなってくれるだろう。ただ、サラダが戦いの最中に目覚めてしまった場合が心配である。ボルトのことを知った途端に戦場へ向かってしまうだろう。以上のように、現在のボルト対ジラの戦いは様々な思いから様々な人物が参戦する可能性が考えられる。15話でのボルトとカワキのやりとりは、孤児の見ていないところでのやりとりだったとするなら戦況はまだまだわからないだろう。以上が最新22話の解説と考察になります。過去の解説、考察動画では、22話時点でもまだ明かされていない内容に関する解説や考察もしていますので、良ければ視聴していただけると嬉しいです。ここまでの内容は、個人的な妄想を多分に含んでいます。多めに見ていただけますと幸いです。今回の動画に関する感想や意見がありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。